こんにちは、ロムです。こちらの動画では、ブレワイとスカイウォードソードのネタバレを存分に含みます。そちらを十分にご留意の上、ご視聴ください。6月16日に放映される任天堂ダイレクト、薬剤の目視録 DLC やスカイウォードソード HD、近頃ゼルダの期待値がどんどん高まっております。ところで、ブレスオブザワイルドの世界を冒険する中で、スカオを感じる場面多くなかったですか？もちろんブレワイはスカオに限らず多くの作品の要素を含んでいます。ただ、それらの中には少し意図を感じてしまうほどスカオに焦点を当てているものもありませんか？スカオ HD が発表されたことで、それらはもしかしたらスカオ HD の見合わせだったのではないかと思いました。過去にはムジュラの仮面 3D が開発段階である時に、神々のトライフォース2のリンクの家の中にはムジュラの仮面が飾ってあり、それは青沼さんが後にムジュラのリメイクを制作中であるアピールであったことが明らかになっています。ですので、ブレワイにももしかしたらスカオ HD の開発にちなんで、そうした匂わせやアピールのようなものが隠されているのではないかと思い、それらを探ってまいりました。写し絵の記憶、かりそめの儀式では、ゼルダがリンクに祝福の言葉を授けていましたね。これは、遥か昔に行われていたであろう太古の儀式を模したかりそめの儀式を行っている場面ですね。マスターワークスには、太古の儀式、祝福の言葉の原文が載っているので、早速その祝福文を詳しく読み解いていきたいと思います。こちらが太古の儀式の全文となっています。まず、1から3行目の言葉は、勇者のその権威を認め、マスターソードを引き抜く者に選ばれたことを、女神ハイリアの名に置き、祝福を授けるといった場面ですね。4から5行目は、それぞれ、スカイワードソード、時のオカリナ、トワイライトプリンセスでしょう。いかなる時も、マスターソードは勇者の魂と共にあったと書かれています。そして注目していただきたいのがここからです。6から8行目は、対してマスターソードへの祝福の言葉となっています。遥か遠き過去に生まれたマスターソード、いくつもの時代を超え、勇者と共にハイラルを守護してきたことへの祝福でしょう。9から10行目は、マスターソードは常に勇者と共にあったと書かれていることから、海を越えは風のダクト、神の作りし黄金を求めんときというのは、神虎、木の実、神虎2といったマスターソードとトライフォース両者が登場している作品を指していると推測します。そして11から12行目は大魔の剣と勇者へさらなる力が宿るように祈り締めくくられています。ここにすごく意図的なものを感じるんです。大魔の剣と勇者へ、勇者よりもマスターソードを前書に持ってきているんですね。勇者を称えながらもマスターソードを主役とした文章になっているんです。全文を見ても全てマスターソード登場作品などかなりマスターソードに焦点を当てた文章だと思いませんか？そして祝福文の一番最後にはさらなる力宿らんことをとあります。マスターソード、つまりファイト、リンクにさらなる力が宿るようにと祈り、締めくくられているのです。さらなる力。この言葉はもしかしたら、スカオ HD へ向けてのファイト、リンクを称えるための言葉だったのかもしれませんね。続いて、薬剤ガノンにもまたスカオを感じる場面がありました。今作のガノンというのは、はっきりとした実体や意志を持たず、ゼルダの言葉によると、憎悪と怨念の権化でしたね。この言葉は、スカオの終焉の者が最後に残した言葉ですね。終焉の者は、この呪縛は輪廻を描き、未来永劫続くのだとそう言い残し、その残留思念はマスターソードに吸収され、消滅しました。終焉のものというのはガノンドルフとは全く別物ですが、その後の時代に生まれた人間ガノンドルフが今後
1万年以上にわたってゼルダとリンクを執拗に狙う悪の権化となってしまったのは、終焉のもののこの呪縛がこのような因果を生んでしまったからだと思うんです。言ってしまえばガノンドロフもまた終焉のものの呪縛にとらわれた一人であり、すべての元凶は終焉のものという存在なんですね。ブレワイの厄災ガノン、憎悪と怨念の権化。それはスカオ時代から続く呪縛であり、たとえ姫と勇者が何度生まれ変わろうが、この宿命からは決して逃れられない運命なんですね。そしてスカオの悪役といえば忘れてはいけないのが魔族長ギラヒム様ですよね。厄災ガノンによってリンクは力尽き、100年間も眠りにつくほどの負荷で負いました。もしかしたら 1% ぐらいはギラヒムによる復讐もあったのかもしれませんね。続いてカカリコ村のシンボルとなっているこの羽衣湖。なぜこの湖に羽衣湖と名付けられたのかは過去にブログで考察記事を上げているので、ここでは詳しくは割愛いたしますが、もし興味があれば概要欄からブログ記事をご覧ください。今後動画をアップできたらそちらのリンクも貼っておきます。考察の内容をかいつまんで話しますと、この湖はその名の通り羽衣から来ていると推測します。羽衣とは天女のまとううねうねしたあの衣のことですね。マップやその全貌を見ると、まるで羽衣のように見えることからそう名付けられたものだと考えられます。しかしなぜ羽衣なのか。羽衣が伝説として語られる神聖なものであるのは重々理解しておりますが、いまいちしっくりこないんですね。というのも、羽衣湖とはカカリコ村のシンボルであり、四方から妖精に囲まれたスーパーパワースポットなんですね。ただ単に羽衣だけが由来ではないだろうなと深読みしてしまうんです。ですので、羽衣が過去作と何か関連があるのではないかと考えてみたところ、羽衣とは天女のまとう衣。天女とはゼルダ用語で言うと女神にあたりますよね。つまりは女神の衣。かつて女神の衣と呼ばれたものがありました。スカボでゼルダが大地に降り立ってから着用しているこの巫女服と呼ばれるものは別名女神の衣と呼ばれており、それは女神ハイリアが着ていたものと同じものなんです。ちなみにスカオに登場する女神像は女神ハイリアを模して作られたものなんですね。ですので女神像をよく見てみると、スカオゼルダの巫女服と胸元のデザインが同じであることがわかります。さらにスカオのゼルダといえばショールをまとっていましたよね。パラショールは女神ハイリアが選ばれし者に授けたという伝説の衣とされており、こちらも言い換えると羽衣と言えるのではないでしょうか。シーカー族は太古の昔より女神ハイリアに仕えていた種族で、女神ハイリアとは長き深き歴史があるんです。どことなく羽衣湖に高くそびえる山々が女神ハイリアに見えてくるのは気のせいでしょうか。カカリコ村のシンボルである羽衣湖、それもまた女神の衣やパラショールといったスカボを想起させるものだったのかもしれませんね。次におそらく皆さんが最もスカボを感じたであろうこのシーン。リンクが命運尽きた時、リンクならず常に我々プレイヤーを導いてくれたあの音。そしてマスターソードが青く光を帯びました。この世界にもファイは存在していたんですね。ファンにとってはとても嬉しい演出でした。あなたの言うように
ここまでファインの存在を思わせるのも、もしかしたらファインのことを思い出してほしいというメッセージだったのかもしれませんね。またきっとあなたの前に現れます。このハイラルに住まう人たちの中には、ごくまれに前世は過去作にいたんじゃないかと思う人たちがいます。森の馬宿にいるシャーメちゃんは、お空を見上げながらこんな発言をしています。この言葉もまた多くの方が感動したのではないでしょうか。空に浮かぶ国。過去作には空の上にある国はいくつかあるものの、私たちは遠い昔はお空の国に住んでいたという言葉からは、ハイリア人の祖先が空からやってきたこと、この子が見ている国がスカイロフトなのだと、皆さんもそう思いませんか？シャーメちゃんはどこまで知っているのでしょう。シャーメちゃんにはさらなる夢があるそうです。お空の国に行って大きな鳥に乗ってみたいのだそうです。そう語るシャーメちゃんの表情は、どこか物懐かしさを感じているようにも思います。小さな願いを叶えたお礼に、シャーメちゃんからは感謝の気持ちをいただきました。ということで、触れワイに込められたスカオへの思いを探してまいりましたが、他にも何かご存知でしたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。